はい、ハーサンチャンネルです。お疲れ様です。今日はね、皆さんぶったまげるような車はまた紹介してもいいよっていう快諾いただいたんで、今現場来てるんですけど、動画自体はね2回目ぐらいかな、この車種出るのが。これから撮影に行きたいと思います。日本の名車、日本の国宝と言ってもいいような名車がね、私の真下にあるんですよ。で今ね、オートガレージヒデさんっていう、カーセキュリティとか、なんかね、車のこと全般やってらっしゃる会社のオーナーさんなんですけど、ヒデボーさんっていう方がオーナーなんですけど、今音聞こえてるんで、もう、車好きの方だと、もう、分かっちゃってるかもしれないですけど、これです。じゃかじゃん。GTR ニスモですよ。すごいでしょ。しかもね、ワンオーナーなんですよ。すごくないですか？ワンオーナーですよ。1990年か91年かそのくらいに買われた、お父様が買われて、で、息子さんのヒデボーさんがね、今所有してらっしゃって、たまに乗るぐらいだっておっしゃってましたけど、すっごいピカピカなんですよ。この車を所有された経歴というのが、本当はヒデボーさんが GTST タイプ M をお買いになって、お父様がこのニスモをお買いになって、で、その GTST は、まあ、不慮の事故で、手元になくなってしまったがために、ヒデボーさんがオーナーっていうことで、まだこれね、メディアにも一切出てないんですけど、一回も見たことなくて、知ってる方はいらっしゃるんですか？知ってる人は知ってる。うちのお客さんで。お客様でね。YouTube にも一切まだ取り上げられてないっていうね。ワンオーナーですよ。内装も後で見せてもらいますけど、綺麗ですよ。お父様がやっぱり GTR ニスモを買ったっていう理由は何なんですか？限定車が好き。限定車が好きで。そういうことですね。それの前は GTSR の GTSR。はい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 。うん。限定車。鉄仮面の釣りのやつでしょ。結果の次。もう譲り渡されたって感じですか？そうですね。僕が乗るようになって一切変わらない。そうなんですか。内装すごい綺麗ですね。当時は、こういう価値に出る車とも、もう平気で内張りとかに穴開けてたんです。そうなんですか。それなんで、程度のいい中古で、GTR 用だとなかなか見つからないんで、GTS 用を買って、ここを張り替えてる。そうなんですか。これ2000万ぐらいですか、今だったら。2、3000万？そんなにしないですか？数がなさすぎて、値段がわかんないね。もう因縁になってる。普通に、乗って走ってるんで、距離もそれなりに。ちなみに、今何キロなんですか？13万ですよ。13万。30年で13万キロですね。で、10年ぐらい前、10万キロ弱の時に一回オーバーホールした。お父様も、ヒデボーさんも、日産党で、今の GTR はスカイラインの名前がついてないからね。あとはオートマしかないし。そっかそっか。マニュアルないですもんね。あと、でかい。確かに。内装、すごい、天井も綺麗。天井も綺麗。ちょっと座らせてもらってもいいですか？どうぞ。これがさ、GTR か。GTR ニスモってやっぱりレースで勝つための車ですもんね。なので、
街乗りは正直街乗りはね。タービンがメタルなんでしたっけ？メタルで結局大きいんで、ノーマルのままのブースだと、はいはい。ノーマルの GTR が全然入る。そうみたいですね。じゃあなんかエンジンなんかは変えられてるんですか？なんか。いやエンジンはね、コンピューターとブーストアップだけ。だけ。ただ最近はブーストもかけてないんで、ブーストコントローラーもオフのままです。開けましょう。いいですか。すみません、ありがとうございます。もうほぼフルノーマルって感じですね、そうすると。そうです。はいはい。そこのお店のカラーで青くなってしまった。黒く戻したいです。なるほどね。すごい。直力ですもんね。タービンってどこにあるんですか？タービンはね、はい。こことここですね。こことここに。隠れてる。はい。ちなみにエンジンかけてもらってもいいですか？ありがとうございます。マフラーは変えてらっしゃるんですか？マフラーは変えてらっしゃるんですか？いい音しますね、なんか。低い。ぶっといのが入ってますね。昔風ですね。匂いが。ちゃんと鮭取って。大丈夫ですか？この匂いがたまんないですね。見て、ほんと綺麗。ガラスコーティングをされてるんですか？ガラスコーティング。ホイールもノーマルですか？ホイールノーマルで。今秀ボさんはね、ノーマルに戻していく途中っていうことで徐々に手入れながら楽しみながらノーマルに戻す作業をやってらっしゃるみたいです。ノーマルの方が軽いし、これ何インチなんですか？16インチ。これノーマルがBBS の肝臓なんで。そうなんですか。じゃあお金がかかってるんですね。お金かかってます。社外法で作ったんですけど、こっちの方が重いだけど、こっちの方が走りやすい。ここに工事取って入ってる。本当だ。いやなるほど。こういう車を維持してるっていう、日本にそんなに持ってるっていう方いないじゃないですか。買った時からずっとあるから、あんまりもうあるから長いから。そうですよね。逆に言えば動き忘れたって売り出し逆に良かったですね。そうですね。投資番号があるんでしたっけ、確かニュースって。10002、いいんですか、俺が。大丈夫ですか？250番。ちょうど真ん中ですね。違いは、ここにいるはずの ABS がね。そうですよね。レースには使わないっていうのがついてないんですよね。ついてないんですよね。中だと、ここに普通はラジオのスイッチがあるんですそうか、ノンステレオ、ノンエアコンが標準ですもんね。ミクラブタのやつって意外とないと、リアワイパーのスイッチがない。そうか、リアワイパーないですもんね。本物の証っすよ、ないのが。いや、フロアマットも綺麗だし。
とはもう新車からの当時のものですよ。おお、いや綺麗。いや、こういうとこも、こういうのはあれですか？当時から。当時のまま？全然擦れてない。当時から助手席に人が乗ってことがほぼなかった。そういうことか。で、夜な夜な湾岸あたりを走り。当時は走ってた。ストップ送る。所有した感想っていうのは、どんな感じですか？この日本の名車、日本の宝みたいな車じゃないですか。たまたま俺が限定車が好きで、ノリで今まで来てしまったので、あんまり深いことは考えたことなかった。維持する、なんていうんですか、点で気をつけるところっていうんですか。まあ、盗難は当然気をつけなきゃいけないですよね。まあ、あとは、たまには乗らない。たまに乗らないとね、そういうところですよね。あとはまあ、洗車したら、洗いっぱなしっていうか、古いんで、水を、水気をね、錆びやすいですかね、やっぱり。時代の車って。まあ結構、うちに入ってくる GTR なんか見ても、まあ色がとか3着とか、あるんで。やっぱ水気は大切ですよね。あとは変えるときに変えるパーツが、ちょっとずつ変えて。水気からもう、買っておかないと出てこないかもしれないですよね。なんか不満点とかあります？ちなみに。不満点、こんな贅沢な質問していいのかわからないですけど。まあ当時から言えば、限定車なのに、ノーマル車両が遅い。遅いですね。なるほどね。今フィードボーさんはどんどんノーマルに戻してる最中で、あとどこら辺なんですか？でもまああとあれでしょうね。まあほとんど戻ってるんで、シートだけ。シートだけ。シートって出てくるんですか？シート持ってるんで。持ってるの？借り換えればいい。そうなんですね。じゃあもう完璧じゃないですか。まあでも、やりたいことを言い出すと、ミスもエストラみたいなのしたいですよね。やってますよね。ビビりましたね。結構高いですよね。3000万以上。いやー、3000万ですか。やりたいこと大体やると。まあでも、この車を一回バラバラにして、作り直すってなると、新品同様で帰ってくるんですよね。しょうがないんでしょうけど。しょうがないですよね。ちなみにあれですか、今までの愛車経歴っていうか、車を所有した経歴っていうのは、この前が、スカーレーの GTS っていうタイプなんですけど、その前は何ですか？その前は、僕は、鉄仮面。鉄仮面の、もう一台後が、S13 のシルビア。シルビア、それでナンパしていってみたいな。それはね、ナンパしないで走ってます。走りですよね。目標は、シルビア買って、Z を抜くっていう。悪魔の Z を抜くとか。あっちじゃない方。あっちじゃない方だ。この年代の方。この年代の方だ。日産島ですもんね。鉄仮面いいっすね。鉄仮面も、いじくり倒してます。そうですか。鉄仮面いいな。友達がね、鉄仮面乗ってますよ。鉄仮面、シルビア、タイプ M。で、GT や。あとはその他には、いろんな。これもそう。そうですね。でもね、不人気で、本当になったと思います。で、お父様がまたすごいんですよ。今お持ちなのが、NSX。そうですね。NSX、前の NSX、初期のやつ。それと、あと何ですか？タコスカーの GTR。あとは、ポルシェの964ターボ。もしかしたらこれも仲間入りしてたんですけどね。そうですね。なるほどね。今みたいに高い値段では買ってないです。そうですか。タコスカ GTR も買ったのは110万。そんな安く？そうです。いつ買われたんですか？これ買うぐらい。これのちょっと前。確かにね、僕が高校とかその回は、タコスカですっごい安くて、ロードサイドの一緒に使ってましたよ、安いやつですか。たまたまね、親父が、BM を中古で買って、で、そこの営業の人が、お客さんでタコスカ持ってるけど、年だし、誰かいる人いないかっていうんで話もらって、で、借りた。そうなんですか。
父様はどんなお仕事されてたんですか？は一応、同じ。いや、全然違う会社をやってます。会社を経営されてて。車趣味ですね。車が趣味なんですね。藤本さんも車趣味ですね。僕は仕事ですから。仕事と趣味と、あれか、両立できるんできないですね。できない？最初はね、趣味から入ってくるから楽しいわけ。それが今度だんだん責任とかいろいろなものが発生するようになってくると、仕事モードに変わるんで。なるほどね。その辺の切り分けしないといけないから。そうです。休み時は車見ないようにしてます。好きなものもなんかね、ちょっと休み時ぐらいはっていうことになっちゃいますよね。モードにね。細かいところを見るといいんで。でも全然古さ感じなくて、新車みたいですよね。セジ抜きで、本当に新車みたいですよね。わかります？この光、この輝き。ガラスコーティングしてるとはいえ、本当ね、ツヤツヤしてるんですよ。ガンメタがね、見てわかるでしょ？ツヤツヤで、ほら、屋根なんてもう、ひげ剃れるよ、自分の。ほら、映っちゃってる。すごいよね。すごいいいな。ちなみに、もし今1台もう1台欲しいって買えるってなった時に、何買いますか？近所に行ける軽自動車。僕ね、何人かのオーナーさんと話して、みんなね、同じようなこと言ってた。やっぱり出せなくて、日本の道路事情とかにぴったり本当に荷物も乗るし、皆さんおっしゃってそれの前が軽自動車だった。そうなんですか。ただ、軽で遠くまで行ったの。すごい疲れたんで、海外だった。これでも疲れないですよね。見切りもいいしね。だからこの辺の裏道にはちょっと狭いかもしれないですね。で、この車にもついてるセキュリティの商品がゴルゴというもので登録をして。これそういえばホームページに載ってますよね。ゴルゴ。オリジナルなんですか？ユピテルさんの私は。ユピテルさんの私。ユピテルさんの万全ですか？やっぱりつけると。大体大丈夫です。ちなみにこの車はどこで保管されてるんですか？普段は向こうのカーポート。向こうの方に。だから前は話ですか？というか、予備で、セキュリティをかけると、こう、イグニッションオンもエンジンも変わらない。なるほどね。これはあれですか？車泥棒にも破られてないっていう感じですか？そうですね。で、あとね、こういう穴開いてるシートなんで、こうやってやって、なるほどね。そう、こうやっとけば、とりあえず。もうこれ見た瞬間に泥棒もうこれは無理だってなりますよね。これすごいですね。なるほどね。見てくださいよ、皆さん、ほら。この綺麗さ。ヒデボーさんはね、謙遜されてるんですけど、ピカピカで、新車ですよ、本当に。で、ダッシュボードも、膨らみが2箇所ね、できるのを、ご自分で直されて、今もう全然わかんない。ダッシュボード割れとかはないですか？ダッシュの割れはないです。割れはないんですか？で、これノーマル標準だとエアコンもないし、カーステもないし、これの水もね。水は何もついてない。何もついてないんですよね。で、オプションつけたら何になるんですか？オプションはエアコン。エアコンつけて。で、だけ。だけですか？エアコンは、あれでもね、必需品ですもんね。最初はオーディオも何もついてない。オーディオないのね。スピーカーはついてた。そうなんですか？それは何なんですかね？スピーカーは、あれかな、なんか、工程上つけた方が効率良かったのかもしれないですね。そうなのかな。確かスピーカーついてた。そうっすか。いや、ちょっとこれ、綺麗ですね。
こうベタベタとかしないんですか？こういうところの。しないです。しないですか？ベタベタするのはドイツじゃん。ドイツ。あと、アルファもそうですね。私は。何も。うん。あれでも取んないとほんとベタベタで。ベタベタで。手がね、黒くなるんですよね。これ日産の人も大喜びですよ。こんな綺麗に維持して、オーナーさんがいらっしゃるなんて。この車で今後したいこととかありますか？今後やれるなら、バラバラにしてフルレストはしたい。今でも13万、何キロでしたっけ？13万9000円。あともうちょっと。13万、もうすぐ14万。大きな故障ってないですか？大きな故障は、まあ、ないですね。ないですか？まあ、若かりし頃に04スタートを数回やったら、クラッチがバラバラになった。それは男の勲章じゃないですか。クラッチバラバラは。あれですね。特に故障がないってことですね。故障がないって言っても、予防的に先に直してるから。そっか。予防ね。それはありますよね。何もしなければ壊れるってのはどれくらいまで問題ですもんね。やっぱりこの辺だとエアフローとかがやっぱダメになるみたいな。エアフローはもうダメになる前に変えて、あとオルタネーターも変えるときに容量を上げて。タイミングベルトですか？タイミングベルトは2回。2回変えてますか？あ、そうですか。オーバーホールして10年経ったんで、この間っつっても、去年、一昨年ぐらいかな。一昨年か。コロナ前だから。その時に、ベルトは変えた。ベルトを変えて。開けてみたら、全然大丈夫みたいだったけど。オイル交換とかはどんな感じでやってらっしゃるんですか？オイル交換は乗らないけど半年に1回は。このゴムホース類が全然劣化しないんですけど、こういうのやっぱり変えてらっしゃるんですか？当時のまま。当時のまんま？当時のまんま？あ、そうっすか。見て。全然ほら。もう黒々ツヤツヤしてる。基本的に、ツヤツヤ。洗車するために、エンジンルームを開けて、しておけば。なんか塗ってるんですか？ゴムのところにはゴムのシリコンオイルみたいなやつ。ああいうやつとか。なるべくゴムの状態を保つ。全然劣化しないもん。目配り、気配り、手配りってのをきちっとやってるっていうあれですよね。日本みたいなエンジンルームじゃないですか。いや、もっと綺麗なのいっぱいいますね。いますか？これをじゃあ、塗られちゃったやつを戻すんですね。オーバーホールした時に。塗られたよりも頼んだら。青くなっちゃった。黒に戻すと。ここはもうシール貼ったのは、下が剥げちゃってるから。あ、そうなんですか。いじってるところっていうのが、見たかと。見たこと。何かぐらいだと。足回りも、ノーマルはもうないんで。いや、ほら、見て、ほら、ゴム。この黒々ツヤツヤしてる。それ当時のままです。当時のまま？信じられないですよ。当時のものじゃないのは、これと、リアのちっちゃいやつ、これだ。これっていうのはボンネットですか？ボンネットのフード？要はニスモのやつ。ああ、ニスモのね。全部形がかかっちゃうんですよ。この中のボルトが錆びて。あ、そうなんですか。これまだ意外と無事な方で。これも2本ね。あ、そうなんですか。あ、もうそれは持病みたいな感じ。あ、そうなんですね。後ろのちっちゃいリップがついてるんですけど、それも当時のやつは、ボルトが中で錆びて、ベコベコに膨らんでしまう。ヘリケージで買うと、このちっちゃいスポイルが10万円するんで。勘弁してくれって感じですよね。色も持ってないんで、まあまあ、本当はここも変えたいんですよ。俺、垂れ下がしてて、ニスモの当時のやつだから。ちょっとこう下がっちゃった。こういうふうにね。だからこれも新品にすると、ちゃんとピッて。これ、あれなんだ。経年劣化でこういうふうに。そうなんですね。これも確かね、1個3、4万するんですよ。そんなにするんですか？唯一変えたのは、最近変えたのは、これ、下の純正。純正。リップスポイラーみたいな。リップスポイラー。この素地の状態が標準、最初の標準。そうなんですか。みんな色塗っちゃってる人が多い。
無塗装樹脂みたいな感じですよね。ここってあれなんですか？網とかないんですか？いつも網ないんです。あ、ないんですか？ライトもすごい綺麗だし、全然組んでこれはあれですね。10年ぐらい前に、オークションで N1 用を買って、この時の純正プロジェクターが全く暗くて前が全然見えないので、意外とこれに買える人が。あ、そうなんですか。ただ今これも新品だと2個で40万とか。2個で40万ですか。そう買った時は中古で2個で2、3万だったと思う。普通の GTR と実物の見分けは、このリアのワイパーと、あとあそこのエアダクトと、あと何で見分けるんですか？ガラスの色、ガラスの色、と、ここですよね。スイッチがないですよね。何のスイッチですか？ラジオのコントロールです。ラジオのコントロールスイッチがね。あとは、ここ本当は普通の標準差だとリアワイパー。リアワイパーの。それがない。これも当時のまま。当時のままですか？たまにだから、そういうシリコン系のやつ入れて、ここはただ塗っただけ。染め球。染め球で。変えた部分はここだけで。ここのカチカチになっちゃうんで。ああ、そうなんですか。ここゴム変えると、締めた時に、こうやってバスってしまう。バスってしまいますね。全然安っぽい音してないですね。大体、このゴムがカチカチになって、で、バンみたいな感じ。この黒いプラスチックがなくなっちゃってると、バチャって言ってガタガタしちゃう。バスって本当に閉まる。このエンブレムもすごいけど、これもあれですね、その当時のままのステッカーなんですね。そうですね。当時、いつもで500円で売ってました。ああ、そうなんですか。今、ヘリテージで2000円。なるほどね。ステッカーぐらいでも普通の同じね、値段ついてもね。当時はね、全部エンブレム外して乗ってたんですよ。あ、そうなんですか。GTR のエンブレム全部。で、ニズモのも、このシールも剥がして乗ってるから、なんだかわかんない、ただの GTR。数年前にちょっと元に戻そうと思って。シール剥がしちゃったらなんでなんですか？シールなんとなく。かっこ悪いな、みたいな。当時なんか何も貼ってない方がかっこいい。ああ、なるほどね。余計な、こうね、余計なつけない。なるほどね。これですか？さっき。あ、そうですね。ゴルゴ。ユピテルさんでこういうの出してるんだ。こちらも同じなんですね。パンテーラ。パンテーラっていう。ありがとうございます。いろいろなんか貴重なお話を伺わせていただいて。ぜひね、大事にしていただいて。そうですね。ねえ。ちなみに、ヒデボーさんにとっての、この GTR は何ですか？例えて言うと。ずっと家にある車。シンプルですね。特別なものっていうよりは、ただある。ただある車。そうですね。逆にそのシンプルさがすごい。わかりました。ありがとうございます。はい。ヒデボーさんの会社は、カーセキュリティの会社なんで、どうですか今の、その、車の盗難の傾向とか、このチャンネル見てる方は、アルファロメオとか、あと、ヨーロッパ車、アウディが、多いんですけど、なんか防犯とか、そのセキュリティでなんかした方がいいよとか、気をつけた方がいいよってなんかありますか？まあ、ぶっちゃけその辺の車種に関しては、盗むんだったら本国で盗むんだろうから、そんなに心配しなくても。ただ中にあれですよね。もう、車上荒らしに関しては、紙袋とはいえ、高級なブランドの紙袋は入れないと。目につくところに高そうなのは絶対置かない。あとは100円、200円でも見えるところには置かない。お金置かないと。200円ごとなんですけど、盗むやつはそこに金あるしか考えてない。ああ、なるほどね。200円でも2000万でも金は金ですもんね。金は金です。じゃあ、社内に基本的には物を置かないってことですね。そうですね。ちなみに日本で盗まれた、例えばこういう GTR とか、車ってどこに持って帰っちゃうんですか？大体みんな海外でしょ。海外のどこなんですか？ドバイとかも意外と多いです。ドバイ。ヒデボーさんの会社は、主に旧車ですか？いや、新車も出る。新車も、日本車、輸入車問わず。ほぼ日本車です。ほぼ日本車。輸入車も。お客さんはどんな車が多いんですか？やっぱこういう3人の GTR とかの人とか、まあ、あとは、
今の要はランドクルーザー系とか、はいはいはい。ああいうのとか。あと盗難率の高い車ですか？そうですね。盗難率が高い。当然防犯する。何でしたっけ？アルファドだっけ？ハイエース？ハイエースか？ハイエースはもう今だいぶ落ち着いてる。あ、そうですか。ハイエースなんかは、前までのディーゼルとかは、向こうで本当に重宝されてた。今のやつって、なんだっけ、ブルーなんとかってベンツみたいに要素を入れる。あれがついてるから、あれになってからそういう発展途上国がそういうものの設備がないから、ああ、そういうことですね。需要がなくなっちゃったんだ。じゃあ逆に言うとちょっと古い車の方が盗まれやすい。ハイエースハイエースだね。あとは現代の車みんなプッシュスタートじゃないですか。はいはい。で電波じゃないですか。便利にすればするほど盗難率は上がる。上がる。そうですね。電波を解析して仮作っちゃうんですもんね。最近よくテレビでやってなんかこのフェンダーのあたりごちゃごちゃやってるやつ。あれはあれです。社内のネットワークに侵入してコマンドを送ってあげてるだけ。そうか、技術の進歩はすればするほど、そうですね。その盗人たちの技術力がキャッチアップしちゃうってことなんですね。そうですね、技術、あれですよね、昔のスリのテクニックじゃないけど、そういうテクニックがやれなくなっちゃったんですね。そう。進歩したがためにね。そう。もうコンピューターとかでできちゃうから。なるほどね。さあ、わかりました。したらじゃあぜひ、オートガレージヒデさんっていう、ヒデさん、カーセキュリティの会社なんで、ぜひね、ちょっと防犯とか、心配だなっていう方はね、来ていただければね、いろいろ、ね、相談に乗って、予算に合わせていろいろやっていただけるんですよね。そうですね。ちなみに今に一番人気な商品は何なんですか？このゴルゴっていうやつ、ゴルゴ、この車にもついてて、これでおいくらなんですか？これでうちでパッケージにしてるので、まあこれだったら大丈夫だろうっていうので、まあ税込みで20万ちょっと。20万ちょっとぐらいで。これもつくんですか？これは自分で。というわけで、ヒデボーさんの、GTR ニスモ、取材を、させていただきました。すごいいい車でね、ピカピカでもう新車みたいな車で、大感激、大感動でした。ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。